小田照子さん、当時19歳。地元掛野女学校を卒業した後、お国のためにと広島市にある日赤の養成所で看護婦としての訓練を受け、その後暁部隊に勤務。宮島口付近にある寮から五日市の山裾にある診療所などに通っていました。場所が離れていたため、原爆が投下された日のことはよく覚えていないという小田さんですが、救護所となった広島実践高等女学校で負傷者の看護を行いました。毎日毎日多くの人が運び込まれ、多くの人が死に、そしてグラウンドの端で焼かれていく様子を今も鮮明に覚えているそうです。痛い痛いとうめく子どもたちを一目お母さんに会わせてあげたかった。今も後悔の気持ちが消えないと語ります。まさか原爆が落ちるとは思わずにね、広島の方へ勤めておりました。ここの加計高校を出てすぐ下へ出ました。その日赤にこう東館と西館と中央と3つ建物があったんです。その大抵なるべく中央の方へ勤めておりました。それは学校へ行きながらね、何時間かは勉強して何時間かはそこへ実習に行くそういう状態でしたね。あっちこっちからね、いろんな学校から女学校からね、女学校卒業せんとあそこへ入れんかったんですよね。公主救護看護婦いうんです。戦時中ですからね、国のためにいう意思があったんだろうと思います。でその頃は病院へ一応配属になってね、実習のような形で、だからどういうんですか、勉強よりその方が多い方ですね。いろんな兵隊さんおりましたね。将校さんもおったしね、将校さんの特別な病室もあったしね、そういうのもありましたよ。一般の患者さんもおったしね、こういうような人もおったしね、歩けん人もおったしね、いろいろおりましたよ。私らはまだ生徒ですからね、ほんに簡単な包帯を洗濯したり巻いてちゃんと巻いてね使えるようにしたり、そういう仕事ばっかりでしたよ。手当ていうか簡単な手当てはしよりましたがね、みんな。なんかパッと私は日赤を終わったんですよね。その時に日赤の責任者だったからね、同期の中でのね級長さん、組の代表みたいなね、何かがあったらそれ呼ばれてね、責任を取って辞めるような状態になったんですよ。それは生徒の中でね、ストライキみたいに反対する者がおりますよね。そういうのが出たから府長が気に入れなかった。府長さんがなんかありますよね、上級生偉い人が気に入らんいうのがあるじゃない。それは私ら田舎の人間じゃからね、ストライキが何やらわからん。それやっぱり町の人間がねストライキを起こしてみんなが夜の点呼があるんですよ。その時に点呼に出んようにしようとか、そういうストライキを起こしたんですよ。それで私は何が何やらさっぱりわからんけど、それついて回ったわけだ。それで最後には私責任者へ、級長さんだけね責任者じゃいうことになって責任を負わされました。それでそれをやめたら今度はどこ行こうかいうことになって、暁部隊いうのがあるいうのを聞きましてね、すぐ宇品のね暁部隊へ行ってお願いしたんです。就職したんですよ。その仕事場いうのが今のようにこれに実践女学校いうのがあったんです昔ね。そこへ勤めとったんです。そこへたくさん電鉄の女の人、電車の車掌さんがねいっぱい収容されてきて、それの看病をしよったんですよ。
毎日毎日死んでいくんですよ、生徒がね、一人ずつ。夢に見ますよ、子供がね。お父さん呼んでお母さん呼んでってね、お父さん呼んで言うのは少なかったが、お母さん呼んで来てくれってね、毎日言い寄りましたよ。それを呼んであげる言うても、どこに家があるやらわからんでしょ。それから呼んできてあげるけね言うて嘘を言うてね、あれしはその子はこの日にはもう死んどるんですよ。そういう時代でしたよね。体育館があるんですよ。その体育館でね、こうやって寝られるのですよ。後ろが背中やられとるけで、みんなこうやってね、しゃがんで夜でもね寝られるのですよ。上を向いてはみんなこうやって、そのまま死んだ人がいっぱいおりました。で私らはまあね、こっちから今日もまた一人死んだ、いやまた次が一人死んだって、それをずっとグラウンドが広いきね、グラウンドの一番端っこで焼くんですよ。それをこっちの校舎からね拝んで、かわいそうに親にも会わずにね死んでしまうた、かわいそうに言う、そういう状態でしたよね。今思うても目の前に浮かびますよ。焼きよるのがね、向こうグラウンドのずっと向こうで焼くんですがね、それはもういろんな木を重ねたりしてね、パッと火をつけてバーッと燃やすんですがね、何にも姿も何にもないようになってしまう。骨も何もこれが骨ですいうようなことはなかったですよ。看病する言っても薬がないんですよ、何こそ。ほいでね、忘れもせんがチンク油いうて、チンク白い粉ですよ。その粉を油で溶いて、でドロドロにして、で背内塗ってやるんですよ。でその背内塗ってやるのが23日したら乾くでしょう。ほったら乾いたらヒリヒリしてね、かさぶたが割れるんですよ。それを痛い痛い言って、ね、いつも泣きよりましたよ。で痛い言ってもどうしてやることもできん、ただそのチンクいうのをね塗ってやるだけのことじゃった。まあかわいそうにね、軍隊にはもうちょっと何か立派な薬があったろうに思う気がしますがね。さあ何人おったでしょうかね。まあそれは相当おったと思いますよ。行動いっぱいですからね、生徒が全部そうこうやって「いや痛いよ痛いよ」いう生徒がいっぱいおりましたからね。皆それですからね。私がね本当にもうちょっとここが賢ければね、ちゃんと書いとくんじゃったの、どこの誰べいうのをね、それを書いとらんのです。書くそういうあれは暇はなかったですよね。毎日毎日死んでいくんじゃから。これあんまり長くは続かんかったですがね、まあ終戦になってね負けたいうことでもう解散になったですからね、軍隊がね。でもう軍隊解散になったら私ら暁部隊な部隊じゃから出して解散してしまう。でそれぞれ自分のふるさとへ帰ったんですがね、ずっと歩いて帰った、全部。ほじき横側の駅から今度だんだん壁の町をどん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 上上がっていって、山道はあんまり行かんかったですがね、分からんき道路が壊れとるんじゃが、壊れたとこをよけて道路を通ってだいたい帰りました、家計へね。2日がかりで。食べるものは何にもないの。お腹はすくしね、太田川行って水を飲んで帰ったですよ。家族は分からんかったです。父親がね言い寄りましたよ。ほいとじゃ思うたいて、小じがね物をせがみに来たんじゃ思うたいって言い寄りましたよ。そりゃもう来とるもんもぐちゃぐちゃでしょ、埃だらけでしょ。私は毎日毎日寝てばっかりおるんです。どういうんですか、熱が出たり熱が下がったり、そういうことの状態でね、毎日ご飯もあまり食べずにね寝とったですよ。戦後近くに病院がありましたからね、そこへ勤めておりました。ずっとね、結婚するまで。あれは中電へ出よった男ですがね、それと結婚しました。
子供が生まれたりしてしょっちゅう寝取りましたよ。子供が学校から帰っても起きられるのですよ。吐き気がしてずっと吐き気が催しました長いことね。原爆症じゃろういうそのお医者さんもようわからんかったんじゃないですかね。戦争いうのはいけませんね。喧嘩みたいなもんじゃけね、国と国との。苦しいですよね。申し訳ないと思いますよ。私が生きとるいうことがね、申し訳ないと思いますよ。あれら若いのにね、なんであれら死なにゃいけんかったんじゃろうかいう思いますよ。繰り返しちゃいけませんよ。